どうもトランプです。今回は楽天モバイルについて触れておきます。まずはこちら本日付の朝日新聞の記事。楽天モバイル契約22万件減。0円プラン廃止が影響。契約数減少ということについてはね、おおむね予想できたことではありますが、一応読んでいきましょうか。7月に月額0円プランを廃止した楽天モバイルの契約数が546万件に減ったことが10日分かった。それでも546万件ですから、相当な数ではあります。3月時点では568万件で約22万件減った。楽天グループが2022年6月中間決算国際会計基準で発表した。純損益は1766億円の赤字で、前年同期から995億円悪化した。これは結構やばいですね。モバイル事業の営業赤字は2593億円だった。小さい数字ではありません。さらに見ていくと、楽天モバイルは2020年4月の本格参入以降、基地局建設などの負担で赤字が拡大する一方、回線数は増え続けていた。今年5月にデータ通信 1GB まで0円の料金プランを変更し、月額1078円からとすると発表した。1078円でもかなり安いっちゃ安いんですけど、私もね、以前 au から UQ モバイルに乗り換えたんですけども、au の時は毎月8000、9000、たまに1万超えなんてこともあったんですが、UQ モバイルにして最近はだいたい1700円ぐらいといったところでしょうか。それからしてもね、まだまだ安い。最大の売りにしてきた0円プランがなくなり、他社への流出が増えたと見られる。そうですよね。ゼロだったものが1078ですから、納得いかないといった方々も多いのでしょう。この料金プラン変更だけが果たして、この減少の理由なんでしょうか。それは、後ほどということで、こちらの記事も見てみましょう。こちらも本日付のニュース。楽天モバイル契約数が初の減少。MNO は477万契約に。MNO についてはまた後ほど説明します。楽天モバイルの契約数が2020年度第2四半期時点で546万件になった10日の業績発表に合わせて公表された。第1四半期の568万件と比べ22万件減少した。他社から回線を借り受ける MVNO 事業は69万件。前年同期は114万件。第1四半期は77万件。自社で基地局を整備する MNO 事業は477万件。前年同期は366万件。第一四半期は491万件だった。なお、4月の段階では MNO 事業は500万契約になったことが明らかにされていた。こちらにね、ちょっと数字が出てますけども、気になる方は見ておいてください。さらに7月から0円で使える幅を廃止した新料金プランが導入されているが、楽天モバイルの MNO 事業の契約数が減少したのは今回が初めて。一方、同社では 1GB 以上のユーザーが純増を記録したとしている。楽天モバイル会長の三木谷氏は、実際にお支払いいただいているユーザーは増えている。ユーザーは入れ替わっている。と述べ、業績に好影響を与えるとの見方を示した。楽観的ですね、かなり。解約数は減少傾向にあるものの、三木谷氏は11月には落ち着くとした。なぜ11月に落ち着くんでしょうね。正直言って、今回のこの契約内容の変更で、瞬く間に22万件減少したわけですが、
最近ね、これだけではなくて、ちょっとかなりイメージダウンとなっているのは事実です。まあもちろん皆さんご存知のように、ガーシーによる暴露によって、まあこれまで、清廉潔白というイメージではなかったんですが、それでも、そこまでね、悪いというイメージはなかったと思います。ところが今回のガーシーによる暴露によって、もう地に叩きつけられたというか、うん、イメージダウンには間違いないですよね。さらに最近はホリエモンなんかも、やばいよやばいよなんて言っちゃってますし、楽天の先行き、これはね、どうなるのか。今後、今、利用されている方々がどのような動きを見せるのか、本当に11月で落ち着くのかどうか、これがやはり焦点となるんではないでしょうか。まだまだガーシーとの戦いは始まったばかりかどうかはわかりませんが、今後さらに攻撃が続くものとなりますので、そういったイメージダウンに拍車をかけるのか、この辺でね、そろそろ落ち着くのか、これは神のみぞ知るということで、いずれにしてもね、まあ、海鮮の品質について、それほど良くないといった見解がなされた時期もありましたが、私の知人も楽天モバイル利用してますけども、それほど別に不便を感じていないというふうにも聞いてますし、どうなんでしょうね。その辺については、他社と比べて特に見劣りするといった話はあまり私の周りでは聞きませんが、皆さんどうですかということで、契約数が大幅に減少したという話でした。今後、また注目してみましょう。